皆さんこう姫バーチャルアーティストの姫崎ゆずるです。今回は目の塗り方解説ということで、私のイラストの目の塗り方を1から順に解説していきたいと思います。塗るときに気をつけてるポイントや使ってるブラシもご紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。それではスタート。では早速塗っていきましょう。まずは白目に影を入れていきます。使用する筆は不透明水彩です。こんな感じで入れていきます。そしたらですね、筆で塗った後にほんのちょっとだけ指先ツールで縁の部分にぼかしを入れます。指先ツールを使わないで筆のタッチだけでボケた感じを出すのもいいと思います。次はまつげです。まつげにはこんな感じで細い線を入れていきます。ここで使っているのは G ペンです。シャープな線をスッスッと入れていきます。これを入れるとまつげの毛っぽいというか、ふさふさ感が出る感じがしませんか？繊細な感じが出るといいなと思っていつも入れています。その後、まつげの両端に明るい茶色を入れていきます。まつげの端っこに明るい色を入れることで目元が明るくなって少し柔らかい印象になります。まつげの線画の部分にも色を入れていきます。線画に入れる色はまつげに塗った茶色よりも暗めの茶色を選びましょう。次は先にハイライトを入れていきます。まずは上のメインのハイライトですね。そして下の部分にも白、横の部分には色が入ったハイライトを入れています。上のメインのハイライトですが、まん丸じゃなくてちょっと横長の丸になるように入れてます。1影を入れていきます。私の場合はまず1影の色で目を塗りつぶして、その後下の部分を丸い形に消していくという塗り方をしてます。後から消す方がうまく形を取れる気がするんですよね。続いて2影を塗っていきます。2影も1影と同じような形で塗ります。1影の縁がちょっと見えるくらいの部分まで塗っていきます。そしたらこの後なんですけど、2影の真ん中を削っていきます。完成形を見ると目の中がちょっとガサガサしてますよね。この質感を出すために不透明水彩と透明水彩で塗ったり削ったりしていきます。不透明水彩で削った部分を周りとなじませるような、ちょっとボケ感が出るようなイメージで透明水彩で塗っていきます。あんまりはっきり削りましたっていう感じが出ないように何回も筆を動かして形を整えていきます。次は真ん中の部分を塗っていきます。瞳の瞳孔に当たる部分ですね。で、塗ったら上からその色より薄い色を入れていきます。今回は瞳が赤いので赤から紫あたりの色を入れました。色調補正で色をいじってこれだっていうベストな色を探します。ちょっと順番が前後しちゃうんですけど、瞳孔の部分を塗り終わったら先ほどの2影の部分に戻って質感をもう少し足していきます。今これ薄く削ってるんですけど、これは透明水彩のみ使ってます。消したり塗ったりして質感を出していきます。この質感を入れる前と比べると瞳の中に奥行きができた感じがしますね。そしたら瞳の下の部分にも小さいハイライトを入れます。ハイライトの色はベースの色より明るめの色にして目立つように意識してます。瞳孔の位置ちょっと上すぎたかなと思ったので少し下の方に移動させました。気になる部分はこうやって塗ってる途中でも色をいじったり形を整えます。次に上の方に照り返しの光を入れていきます。周りの環境光が目に反射してるイメージですね。レイヤーモードはスクリーンです。塗ったらエアブラシで下の方を消していきます。少し半透明な光になるので目にうるっとした感じが出ますね。そしたら次の工程、ちょっと細かくて見えづらいんですけど、目の縁のあたりに細く黒い線を入れていきます。この部分は入れるか入れないかはもうお好みでって感じですね。私は目の輪郭が若干強調されるのと情報量が増えていい感じがするのでやってます。もう結構完成に近い形になってきましたね。ベースの色と1影の境目あたりの部分にハイライトを追加していきます。使ってるのは G ペンです。色はベースの色よりも少しだけ赤に寄った色を選んでます。この後は小さいハイライトをいろんなところに追加していきます。小さいハイライトの数はあまり入れすぎるとうるさくなるので、だいたい3つくらいにすることが多いですね。左のハイライトだけ白じゃない色にしてるんですけど、ここに目の色とは違う色を入れると目に彩りが増えるのでおすすめです。次はメインのハイライトの下に追加で赤いハイライトを入れていきます。これを入れるとハイライトがより強調されて、入れない場合と比べて目力がアップします。追加のハイライトを入れるとさっきよりもちょっとハイライトが大きく見えてしまうのでサイズ調整していきます。後からサイズ調整するのが面倒な方はあらかじめハイライトを小さく描いておきましょう。
そしたら目とまつげの間の部分に G ペンで線を入れていきます。これを入れると目とまつげの境目がはっきりして目がパッと明るく見えます。だいたい塗り終わったので線画などのパーツを描き足したりして調整します。まつげの部分にもハイライトを足します。だんだん瞳がキラキラ可愛くなってきましたね。そして目のベースの部分をエアブラシで線画よりも少しはみ出すように塗っていきます。これをやると目の輪郭がふわっとボケた感じになってうるうるした目に見えるような気がします。そしてもう少し輪郭をぼかしたいので目の下の部分の線画の色をベースの色で塗ります。エアブラシでふわっと入れていきましょう。そしてちょっと録画が飛んじゃって描いてる部分が取れなかったんですけど、最後に目の下半分に丸くスクリーンをかけました。最後に色などを調整して完成です。レイヤー1枚ずつだとこんな感じです。いかがだったでしょうか。目の塗り方が可愛く決まるとテンション上がりますよね。今回はこういう塗り方をご紹介しましたが、私の目の塗り方はあまり決まってないので違う塗り方をする時もあります。皆さんもこの動画を参考に自分がいいなと思う塗り方を研究してみてください。今後もお絵描き関連の動画を出していきたいなと思っているので、見逃さないようにぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。この動画が参考になったよって方はグッドボタンも押していってもらえたら嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。